はじめまして、そしてお帰りなさい。エマイン東京のホスト、エマです。私は20代前半の時にロンドンに行き、初めて海外生活をしました。海外に行くのも初めてだったので、最初は知らない世界に一人で飛び込むような気持ちでした。しかし、ロンドンでは外国人としてのマイノリティをあまり感じませんでした。今回のエピソードでは、私がロンドンで生活して気づいたことや、日本との違いについて話していきたいと思います。それでは、エピソードに入っていきましょう。まず、ロンドンには本当にいろんな国籍の人が住んでいます。見た目や言葉なども違って、街を歩いていてもいろいろな言語を耳にしました。なので、日本人の友達と日本語で話していても、誰かにジロジロ見られたりすることはありませんでした。逆に、日本で海外の友達と英語で話していると、人に見られることがよくあります。日本人の見た目で英語を話していることが珍しいからかもしれないので、外国人同士が話していたら、そこまで見られないと思います。ただ、海外の友達から日本の田舎に行くと珍しい目で見られることがあると何回か聞いたことがあります。また、地元の人が興味を持って話しかけてくれたり、喜んでくれると聞くこともあります。そして、それに関係することですが、国籍や地域によってみんな違う英語のアクセントを持っています。日本人は英語のアクセントが比較的強い国でもあるので、私も最初は自分の発音を恥ずかしいと感じていました。でも、ロンドンに住んでいる人はネイティブじゃない英語に慣れているので、私の英語を理解しようとしてくれる人がとても多かったです。発音をからかわれたりしたことは一度もなく、日本人のアクセントは可愛いと言ってくれる人もいました。日本語も地域によってアクセントがあり、私もそれを可愛いと思うので、これは同じかもしれません。そして、いろいろな国籍の人がいるということは、いろいろな文化の人がいるということです。なので、文化の違い、宗教の違い、思想の違いを受け入れる雰囲気があると感じました。例えば、宗教的な理由から何かを身につけていたり、特別な行動をする人がいても、必要以上に気にしない人が多いです。また、日本ではまだレストランでベジタリアンオプションがあるお店が少ないです。専門店に行ったり、自分で料理したり、ビーガンやベジタリアンの人が外食を楽しむのは少し難しいと思います。でも、ロンドンだけではなく、ヨーロッパの多くの都市では、レストランにベジタリアンオプションがあることが多くて感動しました。自分の大切にしている価値観や文化を受け入れてもらいやすい社会というのは生きやすいだろうなぁと感じました。私はロンドンで友達を作るためによくパーティーやイベントに参加していました。そこで驚いたのが、パーティーやイベントに参加すると、まず最初に国籍を聞くという流れがあったことです。もちろん私はアジア人の見た目なので当然ですが、白人同士でも聞き合っていました。これはロンドンに住んでいる白人がイギリス人ではないことが普通だということだと思います。特にヨーロッパの国の人はたくさん住んでいて、私も
ロンドンでできた友達は、ヨーロッパの他の国出身の人が多いです。そして、日本の文化や日本語に興味を持っていたり、日本人にいい印象を持っている人が、私が考えていたよりずっと多かったです。それは、私がオンラインの日本語講師を始めるきっかけになりました。ロンドンに行く前は、新しい文化に適応したり、人々に馴染まなきゃいけないと考えていました。でも実際は、ロンドンの生活は日本人というアイデンティティに誇りを持ち、自分らしく生きる自信がつく経験になりました。他の国や都市では、ここまでそれを感じられなかったと思うので、最初の場所としてロンドンを選んで、本当に良かったと思っています。はい、今回は私の経験をもとに、マイノリティがマイノリティじゃないロンドンで生きることについてお話ししました。皆さんの国では外国人ってどんな存在ですか？よかったらコメントで教えてください。それでは最後まで聞いてくれてありがとうございました。またねー。